What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. こんにちは、UKI バンライフです。この動画はできるだけ簡単な DIY とさまざまな道具や画期的アイテムを使い、車中泊の快適化を楽しんでいく動画です。すべての答えは YouTube にあるをテーマに YouTube から学び、バンライフの楽しさを追求していきます。前回の動画でキャンピングカー沼にはまり、とうとうキャブコンキャンピングカーを購入してしまった UKI バンライフ。今回は納車後行った超快適化 DIY の動画を作ってみました。面白かったらチャンネル登録、いいねボタン、通知ボタンをポチッとお願いいたします。現在登録者数3000人を目指して頑張っております。はじめに節約のための DIY。 皆さん、キャンピングカーって高いですよね。見積もり出してもらってもそれだけで予算オーバー、オプションも全部高いし、欲を言えばキリがないですし、まあ UKI バンライフはお金ないんで、はっきり言って無理してキャンピングカー購入してます。なのでできるだけ節約できるところはしたい、いやしないとやってけないということで、ナッツさんのオプション価格と節約 DIY 価格を比較してどれだけお得になるのか計算してみた。現在キャンピングカーはかなりの装備が標準装備となっていますが、なんでこれが標準でついてないのとか、このオプション変更でこんなに金額が上がってしまうのとか、外せない装備とお財布との相談とか、かなり悩みますよね。購入時はそれも楽しいのですが、後で現実に苦しめられます。 UKI バンライフはキャンピングカー購入前、見積もり作成時点で自分の DIY の力量を見極めながら節約できるオプションを選んでいきました。ナッツさんにも相談して快く対応してもらいました。オプションをつけた方が儲かるのに親切にいろいろと教えていただけて、途中までの配線などわがままをたくさん聞いてもらいました。ありがとうございました。なお、オプション価格はナッツさんのホームページからダウンロードできる2024年のオプション一覧表を参考にしています。2024年初頭時点の情報となります。税込みです。バックカメラ&ドライブレコーダー。ドライブレコーダーオプション価格54,450円。ミラーモニターオプション価格66,550円。オプション価格合計12万1000円。こちらを Amazon で購入。ドライブレコーダー、ミラーモニター&バックカメラ付き18,800円。専用高圧ケーブル2,900円。ドライブレコーダー専用延長コード2,689円。合計24,389円。 UKI バンライフ的節約 DIY 差額96,611円。車内コンセント&増設 USB。 AC コンセント 100V 追加1箇所につきオプション価格24,200円。 USB がないので DC12V コンセント追加1箇所につきオプション価格24,200円。各2箇所の合計4箇所増設でオプション価格合計96,800円。こちらをコンセント2箇所増設、ホームセンターで電線とコンセント単体購入、知り合いにつけてもらって1万円。 USB 増設 DC12V、 こちらは DIY で取り付け、2箇所増設、アリエクスプレスよりパーツ購入、合計4,867円。 DIY 合計14,867円。 UKI バンライフ的節約 DIY 差額81,933円。テレビ設置。19インチ液晶テレビオプション価格54,450円。リア用テレビ地デジ用アンテナオプション価格62,590円。オプション価格合計117,040円。これをエディオンチューナーレステレビ47,800円。テレビアンテナはネットにて TVer を見るのでなし0円。合計47,800円。 UKI バンライフ的節約 DIY 差額69,240円。ナビゲーション。 SD ナビゲーション10インチオプション価格302,500円。バックカメラオプション価格47,850円。
ETC2.0 ナビ連動負荷オプション価格38,940円。 ETC2.0 セットアップ料オプション価格5,390円。オプション価格合計39万4,680円。これを Amazon でアルパインビッグ X11XF11NX2S 15万1300円。バックカメラナッツさんで取り付けオプション価格4万7850円。アルパインカメラアダプター1100円。アルパイン ETC2.0 ナビ連動3万6364円。 ETC2.0 セットアップ料4400円。 DIY 合計24万1014円。 UKI 版ライフ的節約 DIY 差額15万3666円。リチウムイオンバッテリー。最近出たジープニーのオプションにリチウムイオンバッテリーの3個分の金額があったのでそれを参考にいたします。リチウムイオンバッテリー ×3 個オプション価格49万5000円。容量は不明。多分 100Ah×3 個で 300Ah と思われます。こちらを Amazon で購入。リチウムイオンバッテリー 300Ah を3個計 900Ah の大容量で価格33万8215円。2023年購入時の合計金額です。 UKI 版ライフ的節約 DIY 差額は15万6785円。一概にリチウムイオンバッテリーの価格差は出しにくいです。システムで構築されているので単純にリチウムの容量だけではなく走行充電の形式や付随するパーツ機能などがあるからです。これをまとめてリチウムイオンバッテリー伝送システムと言います。今回の UKI 版ライフの企画は独自のリチウムイオンバッテリー伝送システムを構築する企画ですので UKI 版ライフが購入したノーマルクレソンジャーニー847万4000円と新伝送システムエボライト LI を搭載したクレソンジャーニー1047万4000円の価格差で考えるとするとナッツさんの新伝送システムエボライト LI の金額はぴったり200万円と推定できます。あくまでも概算でもっと細やかな設定や設備など含まれていると思いますのであくまでも推測です。後で計算し発表しますがリチウムイオンバッテリー走行充電器その他コード類など含め UKI 版ライフ的ハイパーヘボリューションシステムがどれくらい節約できるのか楽しみにしていてください。以上ナッツさんのオプション価格と節約 DIY 価格を比較してどれだけお得になるのか計算してみたでした。それでは UKI 版ライフ的超快適化 DIY 施工例。快適化 DIY の方法と幾度となく襲いかかる問題の解決提案。バックカメラ&ドライブレコーダー。今回購入したのはこちら。キャンピングカーは全長が長いので延長コードも購入しました。まずはバックミラーにモニターを送付のゴムで固定していきます。固定したら配線を行っていきます。この時似たような配線があるので接続間違いなど注意してください。サイドのこの持ち手をドライバーで外しこの部分を外します。引っ張れば取れます。そして天井に隙間を作り無理やりコードを突っ込んでいきます。ここが DIY とプロの違いです。こんな風に見栄え悪くなることたくさんあるので引かないでください。話を戻します。天井裏からサイドに配線を伸ばしここに通してダッシュボードの下まで配線します。配線はバックカメラ用コードとキーを回すと電源が入るコードから分電し合計2本を同時に配線していきます。配線を固定しながら運転席側に持っていき運転席側のこの部分に実は穴が開いているのでここから車外に配線していきます。車体下に潜り安全な場所を見つけながらタイラップで止めていきナンバープレートの方まで配線していきます。この時電源コードも配線しているので熱が発生するところやガソリンタンクに触れないように注意しました。できるだけ配線を見せたくなかったのでナンバープレートの下を通してバックカメラとつなげこの位置に取り付けました。それからこのドライブレコーダーは車が停車している時にタイムラプス動画を残しておいてくれます。その機能を使うために専用高圧ケーブルを別途購入しました。そのケーブルも同じように配線しサブバッテリーへつなげています。画質も良く前後録画してくれて画角も広く防犯にも強い
128GB の SD カードにも対応しているので長時間録画が可能です。 UKI 版ライフ的には機能十分で満足しています。カースピーカーの取り付け。何はともあれ音楽がないと生きていけない UKI 版ライフ。カースピーカーの交換を試みます。カムロードはトラックですので本当にしょぼいスピーカーがここに2つついていました。マジでもうちょっとなんとかできなかったのか。金払ってんだぞ大手メーカーだよねと言いたくなります。なおかつ交換スピーカーの大きさや厚さも限定されてしまうのでいろいろ調べた結果グラウンドゼロ GZIF4001FX 薄型 10cm 同軸スピーカーというスピーカーだけがこのスペースに入るとのこと。早速購入交換し取り付け。サイズが若干合わず最後の手段無理やりのおまじないを唱え力ずくで押し込みます。なんとか表カバーも取り付けれたのですが肝心の音質が多少向上はしたものの納得のいくレベルではなく小1時間考えなかったことにしました。12,680円もしたのに。こうして失敗と散財してしまった UKI 版ライフだけどめげません。さらに操作の手を広め検索していきました。そうただただ良い音に包まれるため Surrounded by sound。 全ての答えは YouTube にある。ルクキャンライフさん等の動画を参考にカムロードのドアに17センチのスピーカーを埋め込むことにしました。早速こちら3点を購入。バッフルを自作している方も多いのですが自分は面倒なのでこれで対応。結果を先に言うと覚悟があれば取り付けは可能です。カムロードドアスピーカー交換の最大の問題は配線。結構面倒な過程を踏んでいきます。まずは内張りを剥がしていきます。写真の通りネジやクリップが計12個もあります。このクリップは真ん中を押してから内張り剥がしで抜く。このドアノブのワイヤーがちょっと面倒。これらのネジを外すとバリバリっと内張りを剥がせます。ビニールを最小限に切ってここの部分にスピーカーを埋め込んでいく。まずバッフルを取り付ける。穴が合わない。もちろん UKI 版ライフ躊躇なく車体に穴を開けます。見えないのでもう満タイ。気になる人はやめておいた方が良いです。とりあえずスピーカーを仮止めしてから窓ガラスと干渉しないか確認。ここ重要です。最悪窓が割れちゃうかも。一緒にデッドニングも行います。音が外に漏れないように慎重に。信号待ちの時に音がダダ漏れって恥ずかしいですからね。それではいよいよ悪魔の配線を行っていきます。スピーカーはまだ仮止めです。面倒くさいポイント1。カムロードはドアまでスピーカー配線が来ていません。そのためスピーカーの配線を通すのにグリルを外しミラー下のパネルを外しそこから配線を通さないといけません。聞いただけでやる気をなくしますが全ては音楽に包まれるためです。 Surrounded by sound。 1. グリルを剥がします。グリルはネジが1本止まっているのでドライバーで外してあとはバキバキっと思い切りよくグリルを取り外します。2. サイドミラーの蓋を剥がします。3. 外装のサイドミラー下のパネルを剥がします。4. クリップ6個で止まっているので気合で引っ張って剥がします。ここまで剥がしてやっと配線ができるようになります。ここから配線ガイドを通して他の配線と同じところを通していきます。面倒くさいポイント2。助手席側の配線がかなり手こずりました。針金を使ったのですがなかなか特殊なルートを通していたみたいです。なんとか通るので皆さんも頑張ってください。これでケーブル端子をスピーカーに取り付けドアに取り付けていきます。最後に内張りを戻していくのですが面倒くさいポイント3。内張りがはまんねー。防音材のせいで内張りがすぐに外れます。ここは見なかったことにします。別に疲れるし外れやすいだけだし面倒くさいことやった後で疲れてるし別にプロじゃないしつけるならそれでいいしなんだったら DIY やってるし。ということでスピーカーの設置が完了しました。ちなみにこの小型 Bluetooth アンプに取り付け携帯とつなげて使っていきます。後にナビを取り付けるのでそれまでこの形で運用していきます。音質は控えめにいって最高です。
低音も聞いて本当に素敵な音に包まれます。これは絶対にやった方が良い DIY です。おすすめですよ。デッドニングしたのに音が外にダダ漏れなのは内緒です。お次はナビゲーションシステムの取り付け。ナビ取り付けにあたり事前に考えられる2つの問題があります。1、そもそも購入したナビが取り付けられるのか。これは最初に某有名カー用品店に取り付けてもらおうと思い聞いてみたところ、つかないと言われてしまいました。ですが YouTube でふとまゆけさんの動画を見ると、トヨタカムロードで同じナビを使っていることから取り付け可能と判断し購入しました。2、新型カムロードの配線がど素人なのでわからない。なので配線をアルパイン純正カーナビ電源コードで一つ一つつなげていくしか素人の UKI バンライフには方法がありません。特に問題なのが車速パルスとリバースコード。この配線がわからなかったので取り付けに難航しました。 UKI バンライフが取り付けた配線はこんな感じ。ここ UKI バンライフ的超快適化重要ポイント。カムロード側から出ている青配線がリバース、カムロード側から出ている緑配線が車速パルスでした。ナビの取り付け。まずインパネの外し方は下のこの隙間にマイナスドライバーなどを突っ込み手前に引きます。そうすると隙間ができるので指を引っ掛け外していきます。先に下側を外し上部を外していく感じです。差し込みのみなのでプラスドライバーなどは使いません。クリップがついている位置は上段4本、中段2本、下段4本です。インパネを外すと配線がたくさんついてきます。すべてのコネクターを外しましょう。形が違うのであまり間違えないと思います。ナビに付属の取り付け金具をこのように取り付けます。あとはしっかり説明書や配線図を確認し配線をつなげていくだけです。たくさん配線があるが色の確認をしっかりと行いゆっくり取り付けていけば案外簡単です。コードの取り回しや収納が一番難しかったです。あとは各種ナビにテレビアンテナ、 GPS、 ETC、 RIX などの配線をしていきます。ここで注意。パーキングブレーキコードは必ず指定のコードにつなげてくださいね。良い子は絶対に車体アースにつなげてはダメですよ。リアスピーカーの配線がなぜかここまで来ていました。一応つなげておきます。ここでまた UKI バンライフ的超快適化重要ポイント。今回はナビについている HDMI 端子に Amazon Fire Stick を取り付けました。これによって YouTube や Amazon Music を運転中楽しむことができるようになりました。注意として運転中のナビ操作はダメ、絶対。ここで問題発生。取り付け後音楽を聴いていてナビの音声が入ると音楽が完全に止まってしまいます。設定では項目がなく改善できなくて数日考えたのですが、よくよく考えたら通常の車にはリアスピーカーがあるがこの車にはない。通常はリアスピーカーで音楽を鳴らし続けナビの音声はフロントスピーカーで鳴らしているのだろう。でも UKI バンライフの使い方的にはリアスピーカーはいらないので取り付けるつもりはない。ではどうすればよいのか考えました。 UKI バンライフ的超快適化重要ポイント。ここでスピーカー交換時の失敗を挽回することができました。なかったことになっていたグラウンドゼロのスピーカーにナビのスピーカーを配線し Amazon Fire Stick は Bluetooth を使い17インチスピーカーと連動する。これにより両方別のシステムで動くので音楽が途切れずナビの音声を聞くことができました。これでナビの取り付け DIY はなんとか終了できました。ほぼ支障はないのですが GPS の取り付け位置でしょうか。高層ビルが多いところや地下を走ると現在位置がずれまくります。修正方法など誰かわかる方コメント欄にて教えてください。ハイパーヘボリューション企画、リチウムイオンバッテリーへの交換。まずはリチウムイオンバッテリーの置き場所。リチウムイオンバッテリーの配置はこんな感じです。上のソファーを全て取ってこの状態にします。 UKI バンライフ的快適化ポイント、この上の板を外すのですがこの壁側部分は裏にネジがあるので注意。前面10箇所、背面5箇所にあります。手前側のこの細い棒も取り除きます。 UKI バンライフ的快適化ポイント、ここに2個縦に置きたいがこの壁が邪魔しておけないのでこいつ
外しちゃいましょう。1年間ソファーが落ちたことないし、ソファーの上に普通に立っても大丈夫でした。最後のリチウムはここに置いて、これでリチウムイオンバッテリーを3個こんな感じで収めることができました。900Ahの大容量です。鉛バッテリーからリポ4リチウムイオンバッテリーへの交換。これも案外簡単です。ほんとポン付け。鉛バッテリーへの配線を外し、リチウムイオンバッテリーを並列につなぎ直すだけ。この時必ず火花出ます。並列のつなぎ方はこんな感じ。これで1年間問題なく電子レンジもエアコンも使えています。てか自分でサブバッテリーのシステムを作るより、もともとナッツさんの強固な伝送システムが備わっていて、交換後もブレーカーなどしっかり機能してくれるのでかなり安心。ナッツさんと UKI 版ライフが勝手にコラボしています。外部充電切り替え装置とパワータイトのバッテリー充電器は何も変更していません。ハイパーヘボリューション企画、インバーターの設置。 SPA チャンネルさんで詳しく紹介していたインバーターを購入しました。 UKI 版ライフは 3000W のモデル。取り付け位置はここにこんな感じで取り付けています。リチウムバッテリーのプラス配線をここに取り付けます。マイナスの配線をボトロニックのシャントに取り付けます。このインバーターには有線のリモコンがついています。これにより現在の電圧と簡単な残量確認、オンオフができます。通常こことここによく取り付けられているのですが、 UKI 版ライフはここにつけました。この方が運転中も確認できて、手を伸ばせば消すこともできる。インバーターはつけているだけで電力を消耗するし、外からでも消し忘れを確認できるのでとても楽になりました。皆さん UKI 版ライフはコンセントを増設できるようになった。レベルアップしたよ。早速この位置に設置。上は元々の電子レンジやエアコンと一緒の配線。ちなみに 15A までのブレーカー付き。下はインバーターから直に取り出したコンセントです。これにより合計 3000W まで同時に使うことが可能です。たとえ 3000W を超えるようなことがあっても、インバーター自体の安全装置が働き、インバーターが停止するので安心です。ついでにここに USB コンセントも追加しました。もともとシガーソケットがついていたのですが、使わないので変更。高規格のクイックチャージ 3.0 スイッチ付き USB ソケットに変更し、バッテリー直結のメインスイッチとは別回線で設置しました。これによりエンジンを切っても充電や Wi-Fi が切れないようになり、使い勝手が向上しました。あまりにも活用できるので、ベッドルームのこの部分にも追加で設置。 QOVL 爆上がりです。ハイパーヘボリューション企画、走行充電器の設置。このクレソンジャーニータイプ R のスタンダード構成にはニューエラーさんの SBC002A という走行充電器がついていました。こちらをレノジーさんの走行充電器に交換。 Bluetooth にて充電量など確認できるので使い勝手が良いです。こちらも配線済みだったのでポン付けで設置できました。そしてここでまた UKI 版ライフ的快適化ポイント。通常走行充電はバッテリー経由で行う商品が主なのですが、スターリングパワー社製 AB12130 はオルタネーターから直接電気をもらいます。 UKI 版ライフ、単純に考えました。これバッテリーからとオルタネーターからの走行充電器を2個同時につけれるんじゃね。そしたらかなりの効率で充電してくれんじゃね。そうハイパーレボリューション並みにということで AB12130 も同時に取り付けてみました。新型カムロードのオルタネーターはここにあります。ここから配線をしていくのですが、必ず作業前にバッテリーのプラス端子を外しておきましょう。配線をし、車内に線を引き込みます。あとは間にヒューズをつけて AB12130 につなげて終了です。さあどうなるか。問題発生。正直レノジーさんは調子よく 50A くらい充電していますが、 AB12130 が現時点で思ったように発電を確認できません。車自体は長距離運転しても止まったりしないので大丈夫そうですが、もう少し研究時間が必要なようです。ここは次回以降進展あり次第報告いたしますね。目標は走行充電 1000W 超えです。車のネット環境。 UKI 版ライフの車載ネット環境についてお話しします。パイオニア Wi-Fi ルーター DCT WR100D 車載用カロッツェリア。1年間
走行中と停車後30分間だけ使いたい放題で1万2000円。機器代は当時の購入価格は2万1111円。それと楽天モバイルのギガ使い放題を使っています。仕事で使っても1ヶ月間十分使えます。車でネットが充実するとこちらも QOVL が爆上がりします。おすすめです。おまけ車載サウナ。これは UKI バンライフの個人的趣味になりますが、せっかくシャワーシステムをつけたのだからどうにかしてキャンピングカーでもサウナをやってみたい。そう、 UKI キャンピングカーステルスサウナ、通称 UKSS、 サブ企画としてチャレンジしていきます。とりあえず一番簡単な方法から車内シャワーヘッドをリファのマイクロバブルに交換してミストサウナを車内で味わってみました。結果はなかなか良いかも。ミストにすることでボイラーからの最大の熱さのお湯がミストサウナとしての温度にちょうど良い熱さに変わります。座ることでさらに熱を体験できます。ミストになることでお湯の節約にもなり、シャンプーしながら体も洗え、泡が落ちる頃にはちょうど体が温まる。キャンピングカーでしっかり温まるって不可能だと思っていたのですが、これはいけます。ただこのボイラーは20リットルしかお湯を作ってくれないので、そこがネックです。次回以降車載サウナ UKSS を追求していくのでお楽しみに。以上キャブコン超快適化 DIY でした。長い間ご視聴お疲れ様でした。自分は20年前くらいから軽バンやボックスカーにて車中泊旅をしてきました。その頃から比べるとリチウムイオンバッテリーの性能向上や価格低下、走行充電装置の普及など時代がバンライフにやっと追いついてくれたと思っています。 UKI バンライフは快適化 DIY をすることでキャンピングカーの QOVL が向上する。この車上生活レベルが上がることによってよりバンライフがもっと身近な生活スタイルになれるのではないかと考えています。そしてそのお手伝いが少しでもできれば嬉しいです。自分の経験からするとバンライフにサブバッテリー容量はたくさんある方が良いです。ちょっと抵抗や面倒くささがあるかもしれませんが、ぜひ今回の超快適化 DIY を検討してみてください。今回の動画を作っていてしみじみ思ったことは、このナッツクレソンジャーニーというキャンピングカーは本当にちょうど良いんです。都内のコインパーキングにも収まる大きさ、狭すぎず適度に快適な広さの車内、高速普通車料金、購入価格も最低構成ならかなりお得です。キャンピングトレーラー牽引だと高速が大型料金になってしまったり、ハイエーススーパーロングだと5メートルを超えるのでコインパーキングに止めづらいなど、思ったより奥が深いのがキャンピングカーなのです。でも高価なので後で気づいてもどうしようもできません。次回は 900Ah のリチウムイオンバッテリーで実際どれだけエアコンが動くのか忖度なしに検証してみます。それと走行充電の改善かソーラーパネルつけるか悩み中です。それでは最後に超快適化 DIY の節約差額合計を発表して終わりたいと思います。はじめにナビやコンセントなど必要装備オプション編、こちらは節約 DIY 差額合計の総合計を出していきます。今回の DIY で節約できた総合計です。ドライブレコーダー&バックカメラ96,611円、車内コンセント増設81,933円、テレビ設置69,240円、ナビゲーション&ETC など153,666円。節約総合差額の結果発表401,450円。これは今回 DIY を行った分だけですので、自分で DIY をするだけどんどん増えていく金額です。お次はハイパーヘボリューション企画システム総合価格比較、ナッツさんと UKI バンライフの伝送システムの価格差額です。こちらはあくまでも UKI バンライフの想定価格となります。 UKI バンライフが今回購入したものの金額、リポ4リチウムイオンバッテリー3個338,215円、3000W インバーター43,500円、レノジー 50A 走行充電器と関連用品合計26,683円、 AB12,130 走行充電器73,135円、その他コードやヒューズ道具類33,459円、ハイパーヘボリューションシステム購入費用合計は514,992円でした。
そしてナッツさんの伝送システムを200万円と仮定し、購入費用を引いた金額が148万5008円でした。最後に両方合わせると188万6458円節約できました。この結果をどう考えるかはあなた次第。少しでも参考や実例としてお役に立ててもらえれば幸いです。それでは他社